その整形の費用は、多分1100、200ぐらいはいってるかなと思うんですけど。俺一番かっこいいなと思ったのが、もう何百億企業の御曹司なんですよ。実際そこの家業で働いてたんですけど、やっぱ周りの従業員からも「あ、次期社長だよね」とかそう感じで言われてて、なんか楽しくないなって思ったのと、歌舞伎の邪気を払いたいっていうやったかやってないかで言ったらすごい。これ4回目なんですけど、今回は何でお二人次世代のグループの責任者になっていってほしいなっていう期待も込めてっていうところと、1期2期の代表格をちょっと一回呼んでね、あと垢抜けコンビめっちゃ言われますよ。垢抜けコンビをこう確かになんかちょっと面白そうだなと思って呼んでみました。新人でナンバーワンとかだったよね。あ、そうですそうです。やめられたのか。絶対ここ行きたいって言って意思としました。そうなんだ。はい。もう家も解約してる。マジで。はい。160万はいただきました。お願いします。失礼します。はいお願いします。はい、お願いします。で今までが、何してた工場。はい。18で高卒で、そこから今まで工場勤務。ああ、いるんだよな、たまに工場でこうイケメンがさ、なんか普通に売れそうだわ。ナンバーワン候補だと思いますよ、オーディション組で。じゃあまあ早速、今オーディションの1期と2期の話出たと思うんですけど、はい育成オーディションで、大勢の参加者の中でも、当世がリンクのグループはどんなところですかね。現在はどのように見えてますか。まあ最初見た時はなんだろう、なんかもう骨格的に勝ち組の骨格してんだと思って骨格って変えられないからパッとしねえけど、これ磨けばこれはかなり化けるぞっていうのをちょっと感じたんですよ。見る人によってはいやなんかちょっと田舎っぽくないみたいな思うかもしれないですけど、これは磨けば光るぞっていう、そういう着眼点で僕見てましたね。で今はどう見えてるかに関して言うと、意外となんかこいつ男らしいなっていう、年始に「お前何してたの?」って聞いたら、なんか部下の子たち連れて滝行行ってたんですよめっちゃかっこよくないですかそう、なんか俺そんな、なんか俺リンがさ面倒見いいタイプと思ってなかったのよ。ああ言われますね。なんか結構マイペースに淡々とやるみたいな、はいまあそういうタイプだと思ったけど、意外となんか多分心に秘めてる熱いものがあるんだなっていうのが、割と責任者っぽい要素は持ってるのかなっていう。シンプルに一つは今年一発目で、気合い入れようぜっていうのと、あともう一つが歌舞伎の邪気を払いたいっていうやっぱ鹿児島にはね邪気があるもん。邪気をそうなんですよ感じて、上京したての最初の1週間とかなんか謎に40度ぐらい熱出てグラス洗ってる時なんか体調悪いなと思って、で帰ったら40度あって、でそこから1週間ずっとみたいな感じでした。で病院行ってももう何もないです。原因不明。はい、そうなんですよ。休んだよね。怖かったですね。そっかはい。今回も何か持ってきてるみたいなのでお二人。あ、なんか伊勢丹の袋。はい、じゃあいいです。荒廃してんな。これ、僕新潟出身なんで、新潟の行ってきたんですよ。PLL の紅茶とちゃんとしすぎて怖い。先にいいですか。ちょっと忘れてしまいました。家に。何？はい、お前あれだ。すみません。マジで。宿題やってきて家に忘れたっていうタイプだ。いやすみません。本当に申し訳ないです。僕、ディンと一緒の九州出身ということで、九州ってやっぱ黒豚かなと思って黒豚持ってきました。うわ、赤身のところです。一応筋トレされてたんで。おー、ありがとう。肉をいただきました。九州であれば。はい。嬉しいですね。いただきます。いただきます。ありがとうございます。はい。いただきます。
美味しい。やるか。美味しいですねこれ。美味しいでしょ。美味しいです。ランスさんへの質問、整形を、結構ローランドショーでもその話をしてるじゃないですか。そうですね。その費用ってどんだけかけてるんですかっていうのと、なるほど。あと椿さんに寄せてないですかいやそれめっちゃ言われってます。いう質問があれマジで。 20個ぐらいあったんですそんなあるんだ。その椿さんの顔を見せてやってもらえるんじゃないかっていう質問が20個ぐらいあって、あ、それ俺も気になる。真意です。はい僕はいホールはいやってこなかったんですがはいとっておきの今、回してるのが2月の7日か7日だね。誰を目指してるんですか？今ですか。けど僕のめちゃくちゃ理想な顔は椿さんです。まずじゃあその整形の費用は、多分1100、200ぐらいはいってるかなって思うんですけど、全部。でもなんか仕草とかさ、いやそうなんですよ。似てない？なんかネイルとか、今されてないですけど、髪型とか、あとセラミックもですよね。しかも俺何回か言ってるけど、椿とか一番真似しちゃいけねえよ。あれめっちゃ会長に代表格だから。ホストなんてみんな客のことが嫌いっすよ。そんな金使ってなんもっすよ。稼ぎに来てますから、歌舞伎町に。金が全てですよ。あんなやつ真似すんなよ。いつも言うんだけどさ。別に顔を目指してるわけじゃない。目指してるわけではないです。はい。誰々になりたいっていう自分の顔を美化してほしいみたいな感じで整形はお願いしてます。でもかっこよくなったよね、マジでね。満足はしないんですか？どういう、やってない方が視聴者も多いと思うんで。けどやっぱり何もしないでこの顔面じゃないですか。やっぱ不平等だなって思いますよ。父さんがやってんじゃない。父さんが実はやってるでしょ。やってる。マジで。なんて言うんだろう。ハイフとボトックスは、定期的にやってます。あ、さみんな芸能人いいやつね。ね、カメラもあるしさ。はい。何ですか？父さんがやったの。聞きたいですよねそれを。やったの？やったかやってないかで言ったら、メスは入れてないですね。わあ、やっぱすごい。本当ガチ天然。働いてからうちで長いじゃん。はい。そうだから本当根本的には変わってないんですよ。でダウンタイムだってダウンタイムって分かるんで、ガチでなんかこう環境によって垢抜けた多分一番の筆頭格だと思いますね。自分磨きで一番磨くべきところは何ですか？だけど自分が結構実践してることは、ジムに通うってことですね。結構うちからジムは結構通ってますね。結構いい体してるもんな。そうですね、週4か5ぐらいで。結構いってんね。はい。僕も似てるかもしれないですよ。僕意外となんか筋トレとかサウナ行くんですよ。やっぱフィジカル重視。フィジカル重視ですね。なんか筋肉つけたいってよりかは病まないために。でも大事じゃない？はい、そうなんですよ。ホストってさ結構さこうなんか精神的にこう辛い仕事じゃん。はい。でやっぱそれの解決方法ってみんなさなんかこういろいろ考えがちだけどさ結構単純にさ体鍛えてたらなんとかなる説ない？いやそうなんですよ。なんか先に体傷つけた方が心が傷つかないっていう。女は傷つけちゃダメだけど筋肉は傷つけちゃいいからいいっていうのはね。手上げる前にバーベル上げろっていう。確かに。本当そうです。俺もそっち派。体を動かす。とにかく健全な体にしか健全な精神は宿らないと思ってるんで、同性に憧れられる男でいたいっていうところもそうだし、やっぱ自分が常に健康で生き生きとしてなんか強い自分であるためにはやっぱり体を鍛えるしかねっていう、だから脳筋の集まり。脳筋。台湾の人から台湾仕事で忘れられないようなハプニングとか緊急事件みたいなのってホストやっててあったことありますか？あります。それもさすが一つあって、俺前の福岡時代の時の話なんですけど、ザクラブってこうワインだったりとか、ボトル系が多いじゃないですか。多いね。けどやっぱ地方だとショットとかこう缶物の方がすげえ多くて、僕新人だったんですけど、お前新人は飲んでねえと喋れねえよって言われて、スラットのピーチをシャンパンペルに50缶入れられて、一気させられて、でそれで
ちょっときついじゃないですかやっぱり5時間で置くじゃないですか、はい置いたーってガチでこれやられて、そこからスラットのピーチは飲めなくなったんです。マジで飲めないですもん。ピーチ嫌いっすだからもう今もう。登坂はあります。ホストってどれぐらい今やって今1年10ヶ月ですあ9ヶ月です。まだ2年経ってないんだ。はいでまあ一番その初期の当時組の時にどれぐらい飲んだらその限界迎えるかっていうまあこう挑戦した日があってで結構まあその日飲ませていただいたんですけどでもう営業終わった途端から記憶なくてそしたら第6ビルの階段で次の日の夕方まで寝てました。マジ？第6ってお化けてんの知ってる？あ、聞きました。その後に聞いて、それじゃない？高熱の原因。多分それがジャックかもしれないです。いやあるんですよ歌舞伎町に幽霊ビルみたいなのが。だからそこに多分さ誘われたのかもしれないね。あ、やっぱそれ結構強いですね。やっぱその力が。霊感あんの？いやないですけど。で起きて夕方ぐらい、うわあれなんだここはってなって、そして上見たらお姉さん2人に水買ってもらいました。やっぱ世の中顔っすね会長。自慢かよ。ローさんあります？いや俺結構あるけど忘れないですけどね面白いのはいやローランドさん大好きですみたいなやっぱホストが言われるじゃん。で俺普通にそれに対していや俺も大好きって返してたのよ。でもなんかこうとある時になんかちょっと険悪な雰囲気になってそこで女の子が「私のこと好きじゃないの?」みたいなこと言ってきたんですよ。でいや別に好きとか嫌いとか言う前に、まあ、俺は普通にホストだからホスト対顧客でしかなくないみたいな話をしたら「私のこと好きって言ってくれたじゃん」って言われたの。でも俺言った覚えないの。で俺なんかローランドさん大好きって言われて俺も自分のこと大好きいや俺はマジで俺も大好きってそういう意味で答えてたの本当に。女の子からしたら俺も私のことが好きって言ってたと勘違いされてそこで揉めたっていうだから俺そこで自己愛強いんだって自覚した瞬間がそれだった。それは多分会長でしか経験できないことですね。この話結構さみんな経験してると思ったら俺だけなの。でみんなに笑われるの。だからそこで俺自己愛強いんだなってマジでその瞬間に自覚したって事件がありました。3人に質問です。顔がタイプじゃなくてもいい女だなと感じる女性の仕草や雰囲気はありますか？でも僕はあるかもしれないですね。ある。これダントツっていうのが顔タイプじゃないですよね。もう愛嬌ですね。愛嬌。愛嬌ある子はいいなって思います。笑顔可愛かったりとかね。なんか妙に距離感の縮め方うまい子とかいるもんね。いやいるんですよ。ランはあります？だけど僕なんか何でも好きって言ってくるのすごい好きで、なんかよく歌舞伎町とかいたら私回らない寿司とかしか食べないんだよねとかやっぱいらっしゃるじゃないですか。なんか居酒屋とかでもこう喜んでくれるようななんか女性はすごく素敵だなって思いますね。でも俺ねそれ多分ランだからだと思うよ。マジですか？まあランが俺なんでランのこと好きかって、いろんな理由あるけど仕事頑張ってるとか普通そういうとこも含めてだけど俺一番かっこいいなと思ったのがもう何百億企業の御曹司なんですよ。でも自分の力で経営してみたいみたいな言ってるからだからそもそもなんか足元見てくるようなやついっぱい寄ってくるじゃないですか大企業のそのね御曹司みたいな感じだったらだからより多分足元見てくる女が嫌いになっちゃったんだと思う。でもそれはちょっと金目当てにさいやそれはあるかもしれないですね。実家がとてつもない金持ちと聞いたんですけど、なんでそっち継がないんですかみたいな。けどなんかすげえ0から1を作りたいっていうのがあってで実際そこの家業で働いてたんですけど、1年ぐらいでやっぱ周りの従業員からも「次期社長だよね」とかそう感じで言われててなんか楽しくないなって思ったのとなんかやりがいないなってすごいそこをちょっと感じちゃって、なんか今会長目の前いるからですけど会長すごい学生の時から憧れてて一回はホストしてみたいなってすごい思ってたんですけどもうこうちょっとスーパーで品出ししながらこうやっておもちゃ並べてたんですよ。そしてやっぱなんかちげえなと思ってもうやめたいってそこで思ってもうすぐそこからやめて福岡でホスト始めたんですけどやっぱり今でもあの時の選択は間違ってなかったなってすごい
今でも感じることが多くて、あの時ここのホストっていう道を選んでよかったなって、それすごいお客様に聞かれるんで伝えるんですけど、自分の力だけでやりたいっていうのが一番強いですね。なるほどね。はい。動物園で働きたかったんですよね。動物園だね。可愛い。俺動物好きなんで、めっちゃ好きでフェレット飼ってます。まあそう思う。食材調達できんの？結構海とかも出てますよ。あ、そうなんだ。は今避けられない質問っていうと、回転ラッシュでもやめない理由は何だろう？